もしあなたがメガネを作りたい、コンタクトを作りたい、はたまた白内障の手術を受ける、何らかの手術を受けるって時に、目を細めて検査を受けてしまうと、正確な度数が測定できなくなります。眼科医の平本です。今日は意外と知らない正しい視力の測り方についてお話ししようと思います。目を細めちゃダメとかは知っていると思うんですけども、例えば体の位置を気をつけなければいけないとか、わからないけど右っぽいなって時答えていいの答えちゃいけないのとかって結構分かってない人が多いんですよ。そこで正しく答えるにはこうやってあげるといいんだよってことについてお話しいただければと思います。視力を測るとき、上とか右とか左とか下とかってありますよね。よく C の字みたいに言いますけど、正しくはランドルトカンって言います。よく右上とか左下みたいに斜めをおっしゃる方がいますけど、基本的には上下左右だけと思ってください。もちろん、なんていうかな、検診センターとか、学校とか、ああいうところでは斜めあるかもしれないですけど、一般的に眼科の場合は上下左右が基本です。もちろん斜めを入れてるところもあると思いますけど、基本上下左右と思っていただければと思います。その時に、目を細めちゃいけないっていうのは聞いたことあると思うんですよ。じゃあ、ぼやけた時はとか、それぞれ基本があるんですね。それってなかなか眼科で教えてくれないんですよ。もちろん、目は細めないでは言ってくれるんですけど、それ以外あんま言ってくれないんですね。じゃあ、目を細めちゃいけないのはなんでか。なんでだと思います？目を細めた方がよく見えるからじゃないんですよ。目を細めると確かによく見えます。目を細めた方が上か下か分かりにくいとき上か下か答えられるとなると、それはズルだからダメですよってことを言いたいんじゃないんですよ。じゃあなんで目を細めて答えてはいけないか。理由は目を細めると度数がよく分からなくなるからなんです。近視とか遠視の度数です。視力でしょ？視力検査と度数関係なくないって思うかもしれないですけど、視力検査するときって、メガネをガチャッガチャッガチャってたくさんレンズ入れるの分かります？レンズを入れることで、あなたの近視がどのぐらいとか、遠視がどのぐらいとか、乱視がどのぐらいっていうのをやるんですよ。もちろん、機械とかで、大体のあなたの近視とか遠視とか乱視って測ってんですよ。測ってんだけども、それって非常に大雑把な測りなんですよ。そこで詳細に、現実あなたはどんぐらい見えてるのかっていうのを測るのが、あえて視力検査の時。それで、あなたの正確な近視や遠視や乱視っていうのを測定してるっていう面があるんですよ。だから、視力検査って視力を測るという面と、近視や乱視の度数を測るっていう、この2つを行ってるんですね。だから、視力がおかしくなるから細めちゃダメではなくて、度数がよくわからなくなるから細めちゃダメなんですよ。細めると、本当は近視2の人が、近視1のメガネをかけて、1.0、目を細めると見えちゃう。普通に開けてると、0.7 までしか見えない。あ、そっか。じゃあこの人もうちょっと近視があるんだなってレンズの度数入れる。2、これでちゃんと 1.0 見えます。ってなったら、近視の度数2ですねってわかるわけですよ。だから、目を細めちゃいけない原因は、別にこれが 1.0 出て問題かっていうと違うんですよ。1.0 は最終目指すんですよ。どちらにしろ。だから、それはいいんだけど、度数がわけわかんなくなるから。だからこそ、もしあなたがメガネを作りたい、コンタクトを作りたい、はたまた白内障の手術を受ける、何らかの手術を受けるって時に、目を細めて検査を受けてしまうと、正確な度数が測定できなくなります。すると、なんでこのメガネでこの人調子悪いんだろうとか、なんでこのコンタクトで調子悪いんだろう、なんでこの手術をしたのにいまいち視力出がおかしいんだろうってことが起こりうるので、目を細めてはいけないっていうことなんですね。だから意外と視力の問題ではなくて、度数の問題と思ってください。もちろんね、ちょっと視力が余計出過ぎてしまうってことはあるんです。二つ目。これ意外と意識してない人がいるんですけど、検査を受けるとき、背筋を伸ばして受けてほしいんですよ。こうやって。意外といるのは、こういう人いません？猫背になって視力検査を受ける。この状態と、この状態だと、このぐらい距離違いますよね。30センチとか50センチとか距離変わってきちゃうんです。視力検査の視力検査系って、いろいろありますよね。一番一般的というかな、正式なのは5メートルの視力計なんですよ。
5メートルあるから大きさを見て、あ、これが 1.0 とかそういうのがわかるわけ。これが、こうやって猫背になって近づけちゃったら30センチ近づく。つまり4メートル70センチになっちゃうだけ。問題ですよね。いやでも、そのぐらい大して変わらないんじゃないか。確かにその面もあります。一方で、最近は特にですね、都会とかの眼科とかだと5メートル取る距離がない。代わりに3メートル視力表とか、極端1メートル視力表とか、比較的近くに機械の台みたいのを置いて視力を測るっていう検査をするところも結構増えてきてるんですよ。きちんとあなたが背筋を伸ばしていれば全然いい。3メートルにしましょう。3メートル視力表だとしましょうね。30センチ短くなっちゃったらだいぶ短くなるんですね。5メートルの時の30センチと3メートルの30センチだったら結構差が出ちゃうじゃないですか。なので、基本的に背筋は伸ばしていただく。あと、椅子を勝手にずるっとずらしちゃうと、同じように距離短くなってしまうので、視力がおかしなことになってしまう。だから、猫背にしすぎず、もちろん疲れない範囲で背筋を伸ばして検査をするっていうのが基本と思っていただけるといいと思います。3つ目。これ上かな？右かな？こんな時ありますよね。こういう時、どう答えればいいの？答え。なんとなくこっちと思ったら答えてください。いやでも、そんなことしたら、なんとなく上っていうのが当たっちゃったら、本当は 0.8 なのに 1.0 とか、極端 0.6 なのに 1.0 とか、そういう風になっちゃうじゃないと。なんか、よく出ちゃってダメなんじゃないと。きっちりわかるまで待たなきゃいけないんじゃないか。そう思うかもしれません。でもそれは違うんですね。正しくは、視力検査というのは、C の字じゃないんだけどね、が空いてるところを見る検査ではあるんですけど、あれ、なんで形になってるか。これを2点弁別域って言います。難しいですよね。2つの点を弁別、区別する能力を調べるのが視力検査なんですよ。この2つが違うもんだ。つまりずれてるんだっていうことがわかるかどうかなんですね。それがなんとなくでもわかれば、それは弁別できているので OK なんです。もう一点、視力検査をするときに 1.0 のラインっていくつあるか知ってます？基本は5つあります。もちろん正式なやり方、じゃないやり方もあるんで、基本の正式なやり方は、この5つの検査のうち3つが正解すると、視力いくつって言うんですよ。例えば 1.0 の指標が3つ正解しました。じゃああなたは 1.0 の視力ですっていうわけですよ。2個は間違ってもいいのね。4分の1の確率を3つ当てなきゃいけないので、適当に言って、そうそう当たるもんではないんですよ。なんとなくで答えたら、そう簡単には当たりませんよっていう風に設計されてます。ので、なんとなくでも答えてください。いや、でもそんなことせずに、はっきり見えた時にした方がいいんじゃないのって思うかもしれないけど、このはっきり見えた時というのが、かなり人によってまちまちなんですよ。いや、はっきりした時とそうじゃない時はわかるでしょってあなたは思うかもしれないけど、あなたのはっきりと他の人のはっきりが結構違うんですよ。ってなっちゃうと、人によってあまりにもまちまちになっちゃってこれ困るから、なんとなくっていうのはみんなもうね、同じだから、なんとなくでも答えて、それで外れたら、この人分かってないわと。そういうことになりますんで、答えてくださいっていう風になってきます。もう一つ。メガネ、ガチャガチャとレンズをずらしながらやっていくと、どっちが見えますかって言われることがあります。例えば A のレンズと B のレンズ、どっちが見えますかとか、さっきとこっち入れた時どっちが見えますかって言われます。これ迷いますよ。もちろん、明らかに2個目の方が見えるとかって場合は、いやいや2個目が見えますって言えます。が、さっきと同じです。なんとなくわからないな。この時どうすればいいか。視力の時はなんとなくでも答えてましたよね。じゃあ今回もなんとなくで答えた方がいいか。これは違うんですよ。ごめんなさいね、ややこしくて。視力の時は上か右か左か下かをなんとなくで答えていいです。レンズの場合はなんとなくだったらなんとなくですとわからないですって言ってくださった方がいいんですよ。そうすると、じゃあここら辺前後に度数があるんだなとかって見込みがあるんですよ。それなのになんかこっちの方がわかりやすいですとかはっきり言われちゃうと、この人はもうかなりもう
度数もうちょっと足さなきゃいけないんだなとかってなっちゃうので、なんとなくですって場合は、レンズの入れ替えはなんとなくっていうふうに正直に答えていただければいいというふうに思います。だから、視力検査の時も、いや、なんとなく上ですって言ってくださってもいいんですよ。例えば、レンズを入れ替えとかでも、なんとなく後ろぐらいかもしれないですね、みたいな感じで答えていただけると、あ、この人はバッチリではなく、なんとなくなんだなって分かった上で、度数選択できますんで、そういうふうに答えていただけるといいと思います。また、視力検査をするとき、できれば寸前にスマホを見すぎたり、本を見すぎたりしてしまうと、度がちょっと変わっちゃうことがあるんです。これを調節緊張とかって言ったりするんですけど、ぐーっと本とかスマホ見てると、なんか目疲れて見づらくなることありません？僕はあるんですけど。ないですかね。ある人もいると思います。これが視力検査の時結構出ちゃうんですよ。なので、検査寸前、5分、10分は、あまりスマホ見すぎずに、ちょっと遠くをぼっと見るとか、そういうぐらいの気持ちにしていただけるといいと思います。でも寸前まで時間わかんないんじゃないって場合は、呼ばれて視力検査の台に座ったら、その時点で細かいものを見てるとか、ちょっとでも暇があるからスマホ見ようとかしないで、なんかぼーっとちょっと遠くを見て、もうちょっとどっしり構えて、リラックスして、で、答えるっていう風にした方がよくて、寸前までもギリギリまでスマホを見るっていう風にすると、ちょっと近視が強く出たったりとか、そういう風になってしまうので、ちょっと注意していただけると思います。また、よくある勘違いとして、1.2 と 1.0、0.6 と 0.4、この違いは一緒だって思ってる人が多いです。だから、1.2 が 1.0 になったって言ったら、結構視力下がっちゃったなってショックを受ける人がいます。これ、間違いです。視力って 1.0 近くってあんまし変わんないんですよ。0.9、1.0、1.2、1.5ってほぼ同じぐらいだと思ってください。一方で 0.2 と 0.4、0.4 と 0.6 ぐらいの違いってめちゃくちゃあるんですよ。いやいや、0.2 の差は 0.2 でしょって思うかもしれないけど、これがちょっとややこしくて、ログマー視力とか、ね、他の視力の測り方が実はいろんな国であるんですね。日本では分かりやすく 1.0 だなんだって言ってるので、ちょっとそれで言ってるんですけど、0.4 と 0.6 の違いと 1.0 と 1.2 の違いは莫大に違う。1.0 と 1.2 はほぼ変わらない。0.4 と 0.6 はだいぶ違うっていうのだけはちょっと理解していただいて、あまり 1.0 と 1.2 の違いで一喜一憂はしない方がいいかなっていうふうに思います。こんな感じのことを知っておくと、視力検査の時に自信を持って検査を受けることができて、より正しい検査を受けることができます。より正しい検査を受けた方が、より診断はしやすくなり、治療もしやすくなり、より良い方向性に行くのは間違いないので、これはね、病気がなかったとしても重要なことなんで、ぜひぜひ一生で一度は覚えておいていただいて、忘れちゃったなって場合はちょっと一回見て、じゃあなんか今日視力検査だって思ったらちょっとチェックしていただければと思います。こんな感じでいろんな目の情報ね、視力の検査とか飲み物、食べ物とかいろんな情報をアップしているので、ぜひチャンネル登録、ベルマークをして、また他の動画も見てくださればと思います。よろしくお願いします。